はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、各セクター代表、高配当銘柄と題してお送りいたします。はじめは、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、証券コード8306についてお話しします。ご存知、三菱 UFJ フィナンシャルグループは、国内最大手の金融グループです。配当利回りは 2.7% となっており、株価の上昇とともにかなり下がってしまっています。他のメガバンクと比較すると、三井住友は 3.1%、みずほは 3.4% となっています。ただし、今後はマイナス金利政策の解除により、日本でも金利が上昇する方向に向かうと考えられています。金利が上昇すれば、銀行の貸出金利も上がるため、収益に対して良い影響になってきますね。それでは AI による株価の予想です。現在の株価 1527.5 円に対して目標株価は1605円で 5% の上昇余地があります。トップのメガバンクは安心して買えますね。次に東京海上ホールディングス証券コード8766についてお話しします。東京海上ホールディングスは日本を代表する保険会社の一つです。現在の配当利回りは 2.5% となっております。昨年、保険業界はビッグモーターの問題やカルテルの問題など注目を集めましたが、東京海上の株価はあまり影響を受けず、上昇を続けている状況です。同業他社の配当利回りは、MS&AD が 3.0%、損保ホールディングスが 3.2% 程度と、高配当ではありますが、過去と比較するとかなり下がってしまっています。決算は好調で、増配も予定されています。しかし、年初に起きた大災害に対する保険金の支払いなどのマイナス要因もあります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価4768円に対して、目標株価は4526円で 5% の下落見込みです。下落予想ですが、AI は買いを推奨しているので、下げたところを買いましょう。次に、伊藤忠商事、証券コード8001についてお話しします。伊藤忠商事は、日本を代表する大手総合商社です。現在の配当利回りは 2.4% となっており、株価は過去最高値圏を推移しています。少し前に、著名な投資家が、日本の商社を買っているというニュースで、軒並み株価は上昇しています。しかし、現在の市場環境下で、資源価格の一服や、事業ポートフォリオの成果、安定した還元方針により大きく業績が低迷することはないでしょう。それでは AI による株価の予想です。現在の株価6507円に対して目標株価は6675円で 2.6% の上昇余地があります。少しの押し目で買うか買い時をじっと待つか判断の難しいところですね。次に大和ハウス工業証券コード1925についてお話しします。大和ハウス工業は日本を代表する大手ハウスメーカーです。配当利回りは 3.1% となっており、1月には上場来高値を更新しました。その後、アメリカの住宅市場に関する影響を受け、株価は若干下落する状況となりました。それでも、配当利回りを見ると、まだ買い時とは言えないかもしれません。ただし、今後は土地価格と金利の上昇を見越した、駆け込み需要が期待できそうです。それでは AI による株価の予想です。現在の株価4523円に対して目標株価は5057円で 11% の上昇余地があります。原材料高と人手不足の問題も喫緊の課題ですね。最後は小松製作所証券コード6301についてお話しします。小松製作所は建設機械で国内トップ、世界第2位の企業です。配当利回りは 3.2% 程度ですが、安定した配当を提供する企業として知られています。以前も紹介しましたが、直近の決算では、売上高が前年比 10% 増の2兆7950億円。営業利益は 30% 増の4534億円。最終利益も 31% 増の3043億円と良い数字を発表しています。
配当も5円の増配を予定していますが、かなり控えめだと思われます。現在の業績を見ると、さらに上乗せが期待できる状況です。また、小松製作所は株主優待も実施していて、300株を3年以上保有でオリジナルミニチュア、非売品がいただけます。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、4616円に対して、目標株価は4650円で、0.7% の上昇余地があります。しばらく様子を見た方がいいかもしれませんね。春分の日を過ぎて3月も下旬になりました。株の世界に節分天井彼岸底ということわざがあります。節分の2月上旬に高値をつけ、彼岸の3月中旬に安値をつけるという相場の言い伝えです。彼岸を過ぎて配当取りの買いが入るか、年度末の調整売りか、マイナス金利解除の影響が出るか、為替はどうなるか、うまく相場の流れをつかんで、みんなでお金持ちを目指しましょう。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。